Hi everyone! 皆さん、こんにちは。ロサンゼルスからお送りしております。今日はですね、福原愛さんの、子供の連れ去りの事件が、起きた後、アメリカだったらどうなるかっていうのは、1回目の動画で説明させてもらったと思うんですけど、じゃあ、起きる前っていうか、そもそもアメリカだったら、子供の連れ去りの事件が起きてなかったっていう説明と、あとは、台湾の裁判所と日本の裁判所のミスというか、なんでこういうふうにやったのかなっていう、ちょっと疑問に思う点を指摘させてもらいたいと思います。はい。で、何度もちょっと伝えてるんですけれども、福原愛さんの件は共同親権ではなく、夫の単独親権というケースで裁判所でだったら進めそういう扱いになります。で、なぜかっていうと、離婚した時に福原愛さんが日本にいて、で、共同親権ということで2人で合意して裁判所に提出して受理はされたものの、その共同親権で共同で育てる権利は持ってたんだけど、彼女が自分の意思で長期的に日本にいて、一切子供の面倒を見なくて、夫が一人で彼女が連れ去りに来るまでの約1年間、2人の子供を育ててたってことなので、自分の意思で彼女は子育てをしてなかったので、1年間近く。それは裁判所に行くと、じゃあ権利は持ってたのに、結局やってなかったんですね。夫が全部育ててたんですねってことで、夫の単独親権という扱いになります。はい。で、前回の動画で、共同親権の、細かいスケジューリングなので、福原愛さんが共同親権って言うんだったら、こういう風なスケジューリングで、子供を育ててなきゃいけなかったっていう、そのルールなどを細かく説明したので、その動画も見てもらいたいんですけど、福原さんはそれを何一つやってなかったってことなんですね。で、そのスケジュール見てもらうと分かるんですけど、すごく細かく子供の行き来があるんですね。で、特に幼いお子さん、福原愛さんは3歳の時にお子さんを日本に連れてったっていうことらしいんですけれども、3歳とかだと本当に日々成長がすごいんですね。お子さんいらっしゃる方は分かると思うんですけど、例えば0歳から1歳までの間になんか歩き出したりとか、1歳から2歳で喋り出したりとか、でも人の顔とかもすぐ忘れちゃう。もうとにかく成長がすごいので、その期間、一応なんかアメリカでは基準はその年齢足す1歳以上を片方の親から離さないようにみたいに言われてるんですって。なので例えば3歳だったら3プラス1で4日以上パパから話しちゃいけない、ママから話しちゃいけないっていうことを念頭に置いてスケジューリングしましょうみたいな感じなんですね。4日以上パパから離れちゃいけないのに、ずっと日本にいて、で、しかも連絡が取れてないってことなので、スカイプとかフェイスタイムとか、そういう動画での顔を見て、話すってことも一切経っちゃったんだと思うんですね。なので、かなり悪質で、はい。で、これマスコミに出てる情報をもとに、議論させてもらうんですけど、1年後に私子供に会いたいっていうのを旦那に連絡入れたみたいなんですね。そしたら、その元旦那が会わせたくないみたいな感じで言って、で、福原さんがじゃあ裁判所に行って、私子供に会わせてもらえてないんですって言って、裁判所から旦那の方に会わせてくださいみたいな勧告が言って、それで旦那がパスポート持って、じゃあ空港に向かったっていうことらしいんですね。で、今回の事件が起きたってことなんですけど、まずアメリカだったら1年間会ってない親が会いたいって言った時に、もちろんいきなりお泊まりとか、あと国外に出すことは絶対させないんですね。で、そもそも福原さんって1年間日本にいるってことは、おそらくもう日本での生活基盤とかが、その1年ってことは出来上がってるので、それですぐ取りに行って、また自分のもともといた国、日本に連れてきた1ヶ月って言っても、かなりこれは連れ去りのリスクが高いだろうってことは、もう裁判所は思うんですね。なので、国外に出すことはもちろんさせないんですけれども、そもそも1年間会ってないお母さんと会うことで、子供からしたらもう他人になってる可能性が高いので、まずじゃあ1日おきとかに数時間とかでずっとそれをやって、で途中から毎日にするなりなんなりして、その慣らし保育じゃないんですけど、お母さんに慣れさせていくことをまずやって、で後に時間も増やしていって、お泊まりとかもしてみたいな感じで、ちょっとスケジューリングしてプランニングして、徐々に子供に合わせて、子供がママに慣れて、オッケーになっていって、時間を増やすみたいなことから始めるんですね、普通は。はい。今回のケース、国籍も、問題だと思うんですね。で、例えば、お子さんは台湾で生まれて育ってるから、台湾国籍持ってると思うんですけど、お母さんが日本人だから申請すれば日本国籍も取れるんですね、生まれた時に。なので、多分、日本国籍ももちろん取ってて、二重国籍のお子さんだと思うんですね。で、その場合、日本に1ヶ月行くってことだったんで、だったら、本当は認めないんだけど、じゃあ台湾の裁判所が認めちゃったとしても、台湾のパスポートで行かせるべきなんですね。で、なぜかっていうと、台湾、二重国籍持ってても、その入国したパスポート
の人間として扱われるので、例えば、日本って3ヶ月以上外国人の人って滞在できないようになってるんですね。なので、いくら二重国籍だったとしても、台湾のパスポートで日本に入国したら、台湾人として見なされるので、台湾人として入ってきたって見なされるので、3ヶ月以上いたらオーバーステイになって、不法滞在になるんですね。で、日本に長期的に行きたい場合だったら、日本のパスポートで行ったら日本に永遠に入れるんだけど、それを防ぐために台湾のパスポートだけを渡して、台湾人として入国させて3ヶ月以上は法的に入れないようにするべきだったと思うんですね。で、としては、台湾のパスポートで入国させる。で、そうで、そういう時も必ず、往復チケットで買わせるんですね。戻す予定なんだから。で、それのチケットの確認番号とか、便名とか、全部交換しなきゃいけないんですね。例えば便名と、確認番号、コンファメーションナンバーと全部もらったら、ウェブサイトに入れたら、その便が出てくるんで、で、例えば、もう変更とかもできちゃうぐらいの勢いなんですよね。そこまでの情報をもらうと。もう片方の親が。まあ、しちゃいけないし、しないと思うんですけど。なので、本当に往復で返す予定があるかっていうことも確認できるし、その飛行機のトラッキングができるので、必ず、便名とか、あと、コンファメーションナンバー、あと、滞在先も必ず交換っていうか教えてもらわないとリリースできないから、それを、したのかわからないし、してないんだとしたらするべきだった。で、あと、パスポートなんですけど、台湾にいて日本のパスポート欲しいんだったら、日本の領事館に行くと思うんですけど、例えば、日本の領事館で、こういう親権問題がある人っていうのは、ストップを、パスポートの発行をストップかけることができるんですね。そうすると、その領事館に事前にそういう、こういうケースなので、ストップかけてくださいって連絡を入れると、一人で親が行った時に発行されないんですね。で、もう片方の親の同意とか、同意のその書面なり、弁護士からの連絡なり、裁判所からの旅行が許可したのでとか、そういう何かの証拠を出さない限り発行しないみたいな、そういうことを領事館にお願いすることができるので、それをやっとくべきだったし、もし今後5年で更新になるので、また更新が来ると思うので、それをしたら福原さんが一人で行っても、領事館は発行しないように、できます。はい。で、ちょっとここで、アメリカのパスポートについて説明したいんですけど、アメリカのパスポートは、別に親権問題で争ってなくても、未成年の場合、必ず両親がその場に行ってじゃないと申請できないんです。なので、2人で行って、申請する。で、その時に宣誓するんですね。で、この子のパスポートを発行に同意するみたいな感じで。はい。なので、結婚してようがしてまいが、両親が現れない限り、子供のパスポートっていうのはアメリカでは発行されないんですね。で、もしどうしてもお父さんがいけないとかお母さんがいけないとか、あとはこういう、親権問題で、親権問題の人も両親で行かなきゃいけないけど、例えば、片方がいけないとかそういうのがあれば、そういうなんか委任状みたいな、私はパスポートを発行されることに同意しますみたいなことを、なんか交渉役人みたいな、交渉人の元に行って、お金払って、その人に運転免許とか確認して、その人の前でサインして、それを持ち込まなきゃいけないんです。で、それも例えばなんか黒のインクじゃなきゃいけないとか、もう本当に細かいことがあって、で、それをやらないと、アメリカでは発行されません。はい。で、発行も例えば3ヶ月とか結構、日本だと1週間ぐらいで手に入ると思うんですけど、アメリカは結構長いです。で、なんか、特別料金みたいなのがあって、それを払うと、$80だったかな、$100ぐらいかな。払うと、なんか、3週間以内に手に入るとか、そういうのがあった気がしますけど。はい。なので、とてもパスポート発行っていうのは厳しいです。はい。で、もし、基本的にはその親権を持ってる人がパスポートを持ってるんですけれども、例えば共同親権とか、そういう場合だったら、じゃあ誰が持つのってなったら、弁護士に預けることが結構あるんですね、アメリカだと。はい。なので、弁護士が代わりにパスポートを持ってて、でもし裁判所とかで出国 OK みたいなのが出たら弁護士がリリースするみたいな。だけど弁護士が持ってると、例えば親が既得になって急いで帰んなきゃいけない場合とかだと、例えば週末とかにもしなってたら弁護士事務所って閉まってるしっていうので、ちょっとそこの、すぐに手に入らないっていうのがあるけど、でも本当に揉めてるケースとかそういうのだったら弁護士に預けて、弁護士がずっと保管するっていうことがあります。はい。なのでアメリカだったらまず、行かないんだけれども、台湾のやり方で行ってしまった。それで連れ去られてしまった。で、彼女って日本に行ってすぐになんか親権変更みたいな手続きを裁判で始めたと思うんですけど、なんかもう本当に悪質だし、
びっくりするぐらい性格悪いなと思うんですけど、まあいいや。それはさておき、そういうことをしたんですよね。で、その時に、なんか保全命令が出て、で、それ会見見た時に、旦那さんの弁護士が、なんかお子さんの居場所がわからないので大変困ってます。返してくださいみたいなことを言ってたと思うんですけど、なんか、裁判する時って、弁護士と本人が全員出席するんですね、普通は、アメリカの場合。だから、で、それで申請して、絶対嘘つかないしっていうことをやるんですけど、なので、その福原愛さんと江さんがもう裁判に出たのか、もしくは代理人だけに任せて、彼らが参加してないのかわからないんですけど、その裁判の時に、子供の場所がわからないってことなんで、どこにいるんですかと裁判官が聞いて、それ答えなきゃいけないんですね。で、それで聞いたのかなってすごい思って、聞いた時にじゃあわからないなんて言えないから、確実に答えてるはずなんですよね。なので、お子さんは今どこにいるんですかって言って住所を聞いて、で、この保全命令出すときにも判決文に、では、例えば今日裁判で今日判決出したとしたら、じゃあ明日の何月何日、明日の、正午、12時にどこどこで子供を連れてきてください。そこでお父さんに引き渡すみたいな。そこまで書けば、例えばその、裁判で聞いたのがなんか一刻も早くとか、住所がわからないとか、そういうのはなくって、で、もしそれで破ったとしても、もう確実に何月何日に交換予定だったのに破りましたみたいに言えるから、そう、それを裁判官がやっとくべきだったなって思うし、夏の間とか、そう、ちょっと話戻っちゃうけど、その夏の間に行ってる予定だったのにって言ってるけど、それも帰りのチケットがあれば何月何日の帰国日に乗らずしてとか、もう全部なんか確実にできるから、こういう人って早く返してくださいとか、なんかそういう言い方しても、ダメなんですよね。そもそも連れ去るような人っていうのは、早く返してくださいなんていう言い方だったら、私破ってません。だって日にち決まってないから、早く返すつもりですみたいな感じで逃げられちゃうけど、何月何日に子供を父親に引き渡す予定ですよねみたいな、それを守ってないですよねとか、どんどん詰めれるし、違反してることを明確にできるので、そういうのを確実に、もっと具体的に、裁判官が決めて、バンバン判決に書くべきなんじゃないかなと思います。はい。はい、それでは今日の、動画いかがだったでしょうか？なんかコメントや感想などありましたら書いてもらえたら嬉しいです。それでは皆さん、Have a good day and thank you so much for watching and I'll see you next time with my next video. Bye bye!